皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之を送る既存メディアと異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いしまはい、よす。ろしくお願いします。はい、お願いします。前回でいろいろオリンピックと、それと横乗りスポーツのことについて結構盛り上がりましたけれども、はい、今回はちょっと未来のスポーツについてちょっと考えたいと思うんですけれどね。はい、まあいろいろ、ドローン競技、ドローンレーシングって見ドたローンレーシンことあります？グ。小林、小崎さん。あ、ありますね。ありますよね。うん。なんか最近テレビでもちらっとやったりしたことあった。やってて、YouTube とうん。かでたまに中継とかやってたりしますね。うあん。れ、結構見ていると面白いんですよね。ただ基うん。本的に手元で作業するだけで、e スポーツとあんまり変わらないなっていう感じもするんですけどね。目の前で空飛んでますけれどもね。まあ、まあまあ、今回はね、オリンピックで、そのドローンについてカメラが、そうそう、でね、だいぶ活躍しましたね。活ミラノ躍しても、コルチナではね、後ろからドローンのカメラが追いかけたりね、とかね、スキもう時ーを速120キロぐらいは出るってね、いう、ね、ドロー滑ンが。降競技を後ろから撮ってたのはなかなかすごかったうなというようなん。感じもしましたけれども、まはい。あそんなことも入ってきて、これが、オリンピック公認の e スポーツの大会が、これがサウジアラビアでやる予定だったのが2回連続して延期になってるんですよね。これ、うん。どれだけ調べてもわかんないんですけれども、なぜ延期になってるのか。うん。まあ、e スポーツが本当にスポーツなのかどうかっていうので、かなり問題があるみたいですけれども、ただ日本のスポーツ、これから発展させていくためには、スポーツベッティング、スポーツに対するはい。賭けも絶対に必要じゃないかと。うん。これはスポーツライターの小林信也さんなんかが盛んに言われてることですけど、日本でスポーツベッティングを始めてたら、だいたい7兆円ぐらいの売り上げがあるらしいんですね。うん。予想されると。それのうちの25%が、なんとか、スポーツ関連の利益として入っても、1兆7000億円の、要するにスポーツ関連費用が生まれると。う経費が生ん。まれると。これは今、日本のスポーツ予算というのは360億ぐらいですから、もう一気に、もう何倍だ、これは。100、ん 何倍だこれは。4倍 ?5 倍そうん。のぐらいのことになってしまうというよううん。なことがあります。というようなのが未来のスポーツとしていろいろ言われているんですけど、そのあたりを今日は、話し合っていただきたいと思います。はい。ゲストにはやっぱり、前回と同じように、成城大学の山本先生、山本教授と、それと平尾先生、平尾教授、来ていただきました。よろはい。しくお願いします。よろしくお願いします。今、ざーっと未来のスポーツのことを、それこそざーっと喋らせてもいただいたんですが、山本さん、どうですかこれ、未来のスポーツというのはどのようになっていくと思われます？今、玉木さんおっしゃったそのスポーツベッティングですけれど、はい。これもうアメリカとかだと、スポーツ視聴体験の柱っていうか中心になってまうん。すよね。ああ、従来なるほど。のように、ただこうテレビとかスタジアはい。ムでスポーツを観戦するっていうことはもちろんあるんだけれど、はい。やっぱそれ以上に、ベッティングがもう一緒になってスポーツをあ見るっていうことが、そのスポーツ産業の持続可能性の柱みたいなものとしてなもうるほど。認識されているし、スポーツをどうやって成長させたり維持していくのかっていうことのはい。で欠かせないものに、アメリカとかはもうそうなってますよね。うん、そそうれ、ですね。ちょっと注釈を入れると、うん。日本でいう、いわゆるスポーツの競馬とか競輪とかっていうのは、まあ、走る前に、こう、馬券とか、車券とかいろいろ買って、誰が勝つだろうというのでかけるんですけど、そのスポーツベッティングというのは、スマホを利用して、もう瞬時に、ゲームを見ながら、次のかける、なんて言いますか、
テーマが、送られてくるわけですよね。例えば野球ならば、次の回に点が入るかどうかというようなことが入って、それに対して1ドルなんていうような、まあ、安いというか、まあ、掛け金の低いものをかけてっていうのは繰り返してやっていくと。となると、スポーツの面白さというものも、その目の前の賭けによって増幅されて、スポーツの人気にもつながると。そういうような背景があるということで、これで山本さんよろしいですか？うん。おっしゃる通りだと思います。うん。ただね、やっぱりね、スポーツを、物語として主張するっていうモードから、はい。なんだろう、確率ゲームみたいなものとして消費するっていう形おー。になっていて、やっぱり一打席を切り取るじゃないですか、野球だったら。うん、そうでうん。すね。そうですで、ね。そうすると、ゲーム全体のストーリーをうん。楽しみながらスポーツを見るっていうよりも、うん。一打席一打席とか一回一回の確率を予想していくっていうような、はい、はい、だからはい。物語ベースから確率ゲームみたいなものに、スポーツ視聴の仕方が変わってきてますよね、そこはね。なるほどね。うん。それもまた、本当にスポーツを楽しんでることなのかという疑問を抱うん。くと難しい問題ですね、それうん。はね。そうなるほど。思います。平尾さんどうですか？そのスポーツベッティングの今の話を聞いておられて、どんな感想を抱かれました？まあ、最後に玉木さんがおっしゃった、ええ。それだとスポーツのその流れとか、いうん。わゆるその試合が始まってから終わるまでの間の、うん。その物語としてこう見るっていう見方がね、僕はやっぱり一番このスポーツを見るときの、うん。なんだろうな、楽しいところといいますか、うん。スポーツを主張するときの大いなるこう優越だと思うんだけどうん。うも、ん。その確率ゲームとして消費される場面場面で、要するに見方を提供するっていうことですね。次の、はい。回に点が入るかっていうところだけをクローズアップして、うん。あ、じゃあそういう見方で次、攻撃が始まったら見ようっていう。うん。要するに見てほしいポイントが、いわゆるそのスポーツベッティングで入ってくる情報によってかたどられるわけだから、ああ。確率ゲームとして消費してみるっていう習慣がある人が、やがてそれを繰り返していって、一試合を丸々一つの流れとして、うん。見れるかっていうと、ちょっと難しいのかなと。要は確率ゲームとして消費するっていう、スポーツの見方がスポーツの楽しみだって思っちゃうと、それがなくなったうん。らみんな見なくなるんじゃないかなとも思ったりするし、あ僕はやっあ。ぱりどのスポーツにおいてもその序盤から、うん。選手点がどっちに入ったから流れがうん。どういうふうに傾いてとか、ある選手うん。のミスで一気に流れが変わったなとか、何かうん。そういうところが一番面白いなと思っているのなるで、ほどね。うまくそのあたりを、なんていうんですかね、そのスポーツベッティングを導入することによって、まずスポーツ見るのが、あまり見る目がついていない人が少し見る、う力がん。ついたと。うん。あ、なるほど、こういう場面場面で切り取ってみたら面白いと。で、うん。さらにそれを全体の一試合の流れとしてつなげていくために仕掛けていくっていうのであうれば、ん。僕スポーツベッティングも一つ、なんていうのかな、スポーツを見る人がまだまだ未熟というか、楽しめてない人をよりスポーツの面白さを楽しめるようなレベルまでうん。導けると思うんですけど、うん。今のところどうかな、ベッティングを導入すると、その楽しみばっかりで切り取って見る人ばっかりが増えると、ううん、ん。なんかスポーツの楽しみが、平坦に平たく うなっていってしまうようん。な気がして、だから、今のところ僕ちょっと考えてはいるんですけど、肯定うん。も否定もできなくて、そのあたりを考えているのが現状です。いや、私はね、今、山本さんに、確率で楽しむというのを聞くまでに、スポーツベッティングがある方が、スポーツの面白さ、次の回でピッチャーが交代するかしないかを、いや瞬時にかけるということによって、逆にスポーツの面白さがわかるんじゃないかっていうようなことばっかり思っていたのが、確率ばっかり思うようになるって言われたので、正直言いますと、ちょっとショックを受けておりましてああ、なるほど、そういう感じもあるのかということと、同時に一つ思ったことは、
イタリアでやっているワールドカップサッカーの、賭けの、決勝の賭けの紙を見たことあるんですね。これ見てびっくりしたの1試合ですよね。ワールドカップの決勝戦というと。それに、前半15分ずつの、なんていうんですか、マトリックス四角があって、で、後半15分ずつのマトリックス、それから、延長の前半と後半に分かれていて、どこでどっちが点数を入れるかという、なんて言いますか、トトになってるわけですね。トトカルチョに。で、その横にもう一つずつ箱があって、選手交代の人数を入れる。ということがあるんですね。ですから、決勝戦で1試合で勝ち負けって言ったら2分の1の確率しかないのが、決勝戦1試合でその15分ごとに点数が入るか、選手が変わるか、また延長戦でもどうなるか、最後に PK 戦書くところもあるんですね。これ全部当てようと思ったら何百万分の1の確率になると、これはすごい、ゲームだなと思うと同時に、これ、サッカーのこともこれ考えてやりますよね。このサッカーのこと考えてやる今の私の言った、ワールドカップサッカーの決勝戦の賭けと、その今言ってる、スポーツベッティング。山本さん、やっぱり相当違うものという感じがしますか？うん。やっぱスポーツベッティングはね、うん。投資の判断みたいな形式になってます何のよね。判断？投資。投資ね。そうそう。だから金融商品化してるんですよ、スポーツうわ見るっていうことが。うん。だからなるやりほど。口としては、多分株式投資とかの形式にすごく近づいていて、だから見てかけるああ。っていうことが、リスクを取るか取らないかっていうことの楽しみとごちゃ混ぜになっていて、うでそん。のことがスポーツの偶然性と結びついて、多分楽しい、なんていうのかな、金融商品になってるのかなうって思いわますけどね。ー。なるほうん。どね。そうですね。私、グーの音も出なくなりましたけれども。確かにそうですね。いや、平尾さんどうですか？今の山本さんの説明は。金融商品化ですか。す金融ごく商品。納得、腑に落ちてしまいました。腑に落ちすぎますよね。腑に落ちすぎるのと同時に山本さん、これは流れとしては、だったら大きくなりそうですね、というふうに私思ったんですけど、どうですか？まあ、スポーツが本当に資本主義のモデルとしはい。てね、この間君臨してるのであれば、うん。おそらくこの方向でスポーツはいい意味か悪い意味かはわからないけれど、うん。成長していくと思います。うで、お金にん。ならない競技とか、あとうん。選手の年俸の高騰とかね、はい。はい。そういうことまで含めてスポーツをどうやって持続させていくのかっていう時に、今選ばれている選択肢が競技そのものを金融商品にしていくっていう、そこを選んでるんだろうなとは思いますね。なるほどまあ、ね。今年のね、スーパーボールのハーフはい。タイム CM で一番大きかったのはベッティング会社の CM でしたあからね。あ。ああ、そうですか。私見なかえったけど。1分、2分の CM だったかな。一番うん。CM 料を払いましたね。ああ、一番儲かってるんだ。ベッティングのええ、かけの会社が。ブッそクメーカーですよね。あう。る意味でね。なるほどね。はい。平尾さんがもう少し、なんて言いますか、もう少し若くって、現はい。役で続けていたら、プロとしてもっとギャラもらえたのにとかっていう、その後悔みたいなのはありませんか？後悔しても仕方がないけど、まあ、でも、そりゃそうだけそれをれども。思ったことはあります。ありますか、やっぱありり。ますね。今だったらそうか、僕のあのポジション的にはどうかなっていうのは、まあ想像することはあって、羨まなるしいなとほど。思ったりもしますし、ちょっあと、のチームでああいうプレーしていたら、このぐらいは金もらえたなというのが、な今るかなりほど。今、高いですもんね。うねん。え、日本のリーグ今ね、は。うまあ、スポーツベん。ッティングの話聞いてると、そうか、金融商品かってなると、そうか、ラグビーの試合だと僕かなりの確率で当てられるんじゃないかなって今ちょっと想像しててですね、番狂わせも少ないスポーツですし、ああ、言えますあーってね。ちょっとすいません、横島な気持ちで今のお話聞いてました。ああ、そうか、そうですね。ラグビーというのは、ぶつかり合いが数多いですから、それこそ、なんていうんですか、ジャイアントキリングがあまりないスポーツですよね。よっぽど出ないって
限り。となると、なるほど、平尾さんのような方が、ベッティングに参加すると勝つ確率が高いかもしれないという。いや、コンサルタントとかアナリストとかいああ、う、商売がもうすでに存在してますからね、イギリスとかでは。なるほどあ、それは引ね。退した選手とかがやってるわけですか？あの、例えばサッカーだったらサッカーに詳しい人間が次にどうかければいいのかっていううのを、ベッん。ティングの、VIP のお客さんに、こうした方がいいですよっていう指導をするっていう、あの、平尾仕先生、事があもうりますね。大学の先生辞めた方がいいかもしれない。そんな、せっかくこう、同じ大学の一員になった先生が、まさかそういうことを言われるとは。そう山本さん、でもこのベッティングは今、日本では、その賭けということで、相当の、なんて言いますか、抵抗もあれば、なんて言いますか、スポーツ予算としては、もうそれこそもう莫大な予算が入るので、賛成する人もいると。それについてはどう思われていますか？これはでもね、判断できないですよね。やっぱり、ああ、やっぱりそのスポーツうまくいってないんだったら、どうやってうん、収益上げるのかっていう時の、う今ん、一番近道っていうかね、考うえられん、る選択肢の一つうになん、ってしまっているから、それはこう、産業としてのスポーツを成立させていくっていう時には、抜きには考えられないうん、し、うん、でも、我々みたいに長くスポーツを見てきた人たちからすると、はい。パフォーマンスの良さとか、ハラハラうん、ドキドキするそのスタジアムの熱狂とかね、うん、そういうもののスポーツの楽しみよりも、本当にスマートフォンで見る確率的な思考とかね、はい。期待値とか、リスクうん、管理とか、うん、そういうものの、売り買いになっていて、それが自分がうまくいった、いかないっていう興奮、うん、それになっちゃうでしょ、スポーツが。うん、なるほど目のね。前で起きているパフォーマンスが生み出してくれる感動とかうん、熱狂とは違うところにスポーツを見るっていうことの本質が移っていってしまうので、うん、その観点からすると僕はまあそこは賛成できないですよね。なるほどね。うん。そのスポーツの振興の予算として莫大な額が手に入るっていうことについてはどう思われますか？それは僕はありだと思ってます。ありだと。なうん。るほどね。うん。平尾さんどうですか？まあ僕も山本先生とほぼ同じですね。うん、まあ、なんていうんですかね。スポーツを見るときの、まあ、躍動する身体であったり、はい。スタジアム、あるいはまあアリーナでも同じだと思うんですうん、けども、その現場にいてる時の一体感であったうり、ん。多分、こう、ベッティングにはまってると、スタジアム、アリーナに行ってても、もしかすると、スマホの画面見てるかもしれないじゃないでああ、すか。なるほど。そうなるよでもね。そうじゃなくて、その場で行われている、その本当にこう声援の渦とか、一つのはい。プレーが会場全体を一気にこう包み込はい。むような興奮とか、はい。やっぱりそこにアクセスするっていうのが一番スポーツのなんていうの、見る楽しさ、うこう、喜ん。びとかだとう思うかん。ら、だからなんかこう大金が手に入って、それが現実、そろばんを弾いて、う強化費にん。当てられて、そのレベル、うん。競技レベルが上がって、かつスタジアムも豪華になってっていうのはなんうん。か、虎ぬたぬきの川山用じゃなくなって虎しまうのたぬきよね。うな気もしていて、うだから僕ん。もどちらかといえばね、賛成ではないんだけども、たうだまん。あ、マイナースポーツが今、はい。ね、どのスポーツも救急としてるので、はい。その解決策としては、うんうね、ん。無限にもうそれやったらいけないっうん。てやめた方がいいよとは言えない、言えないの。なる本当に非ほど。常にまあジレンマがあるところですね。うん。なるこれ選手ほどね。のね、年金とかセカンドキはい。ャリア支援とかね、はい。それやっぱ食べていけないアスリートなんていっぱいいるわけじゃないですか。はい。はい。はうん。い。だけど、見てる人たちはそのこと知らずに楽しんでるでしょうう。ん。で、お金十分にもらえている人って本当にわずかな人たちはい。じゃないですか。だからそういそうですね。う人たちにきちんとお金が回るようになったりとか、うん。引退後の、やっぱスポーツ選手って寿命が短いので、選手寿はい。命がはい。ね。そのわずかな期間
しか活躍できないっていう、そこだけで稼がなきゃいけないわけなんで、うん。そうすると年金のこととか、うん。次のキャリアにつなぐときに、うん。少しお金を出してあげるとか、そういう使い方をすればいいのかなと。なるほどね。うん。要するにこれからスポーツベッティングの、まあ、なんて言いますか、構造を日本なんかは考えなきゃいけないとうん。いう時には必ず何に使うのかうん。っていうことを一緒になって考えないと、うん。こんなに予算が増えるだけやと言っているのでは問題だという、うん。そういうことですね。なるほどね。それと、山本さんにもう一つ聞きたいんですけども、例えば今もうすでにメジャーリーグなんかでは、大谷選手の年俸なんかね、10年で100億円以上というふうになってますが、この金額についてはどう思われますか？これはね、本当にどうなんだろどう。もサッカー選手なんかもそうですよね。う、うん。今もうアラブのサッカーチームも入ってきましたから、この前アジア選手権が去年あった時にフロンターレが決勝まで行きましたけど、フロンターレ HCL でも、す。J リーグで稼ぐだけじゃなくても、アジアカップでもめちゃくちゃ稼いできたみたいなところがあります。この金額はどう思われてますか、でもやっ今？ぱりスポーツベッティングは大きいんじゃないですか、その選手ああ、バッの年クにね、俸はね。バックにね。うバックにあるかん。ら、さっき、小崎さんおっしゃったように、スーパうん。ーボールのね、一番いい時間帯に CM 流してるのが、スポーツベッティングのベッティング会社。会社なんはい。うん。だから、まあそういう意味で選手の収益も上がっていく。まあでもうん。それがもう天文学的な数字であることに関しては、ちょっとはい。考えなきゃいけないけれど、うでも日ん。本の選手との格差があまりにも大きいですよね。はい、はい、そうん。だうですね。からそれを考える。だってスタジアムの入場料とか、日本のオールドメディアの放映権料ぐらいでは、とてうん。もヨーロッパやアメリカのスポーツと戦えないですよ、もそうですう。うね。ん。そうですね。うん。ただね、なんか私ももう、古い人間になっちゃいましたけれども、私がメジャーリーグへ毎年、取材に行ってた頃には、まだ、外野の入場料が、1ドルだった時っていう、50セントっていうのも、カブス50セントでしたからね。まあ、それで値上げしてはいけないというオーナーなんかにインタビューしたことありますし、やっぱり、いやベースボールはみんなが見るものだと。いうふうに言っていたのが、もうヤンキースタジアムなんかもうドジャースタジアム入れませんよね。ワールドシリーズで3階席の上の方が、一人5万円か6万円するっていう、それはないだろうということになってきたんですけど、平尾さん、はい。将来どうなりますか？日本、世界のスポーツの。やっぱりお金の方になびいていく以外ないのかな？やっぱりそのお金の部分に関しては僕はやっぱり肥大化しすぎてると思うし、歪みが起きてるとは思うので、うん。まあね、歯止めをかけるっていうのもなかなか難しいんでしょうけれども、うん。やっぱりそのお金の影響っていうものに関しては、なんだろう、少し、こう、関係者の間で歯止めをかけていかないと、多うん。分、自分で自分の首を絞めるような形で、うん。そのスポーツっていうものが、文化としての価値をどんどん貶めていくような気ああ、もしていて、すなるごくなんほどね。か、こう、ざっくりとした見通しでしかないんですけど、はいはいはい。手放しで、なんていうのかな、こう、楽しんでいてはいけないフェーズだなとは思ってます。うん。そうですね。今回の最後としては、スポーツバブル。スポーツバブルは、山本さん、弾けるでしょうか？どうなんでしょうか？まだ弾けない？ うん、まだ弾けないと思うんですけど、どこら辺で弾けます？どこら辺で？ ただね、スポーツの価値がますます僕うん。は上がってきてると思うんですよ。それ実は。は言えますね。うん。いろんなものが AI で再生可能になっていて、はい。いろんなものがこう簡単に作れるようになってきてるじゃうないですん。か。うん。だけど簡単に作れないものって、やっぱりアスリートの体だったりとか、うスポーツん。選手たちの身体の生身の身体の表う現。ん。これだけは一回限りのことだし、うん。やっぱりね、そこは AI がこれだけ隆盛してきた中でも、ものすごく希少性を増してると思うんですよ。
なるだから、ほど。そう、だからスポーツはしばらくは、他の産業とか他の文化に比べても価値を高めていくんじゃないかなと。だからしばらく、しばらくは しばらく。うん。しばらくはの先はちょっと怖いですか？ね。いや、でもいろんな予測あるじゃないですか。アメリカのメジャーリーグも今バブルになってますけど、はい。じゃあ大谷翔平っていうスターが引退した後、うん。アメリカの野球大丈夫なのかっていうことは、アメリカ人たちも心配してますよね。ああ、なるほうん、どね。うん。うん。平尾さんどうですか将あ、来。いや、同じバブル。ですね。うやっぱん。り、生成 AI とかも出てきて、いわゆる身はい。体性っていうものに対して、うん。やはり僕たち、頭だけじゃなくて、要するに体ってこういうことができるんだよとかですね、うん。アスリートはいわゆる身体の限界を分かりやすい形で、パフはい。ォーマンスを見せてくれるわけですけども、うん。やっぱりその価値っていうものは高まっていくと思うんです。で、これからのスポーツはちょっと先走るかもしれないけれども、スうん。ポーツを通じてトップアスリートになるっていう道から、スポーツを通じて自らのそのウェルビーイングとかですね、あああ。の、いプロにはならないけれども、でもスポーツを継続的に、すなわち障害スポーツとして、趣味としてうん。続ける道も、同時にきちっと耕して豊かにすうん。うる。具ん。体的にはやっぱり街の中でちょっと体使ってスポーツできる場所をちゃんと作っていく。やっぱりその二本柱をきちっとしないと、なんだろう、せっかくスポーツの価値がその身体性への回帰という意味で、みんな大事だなと思ってるんだけども、どうこでどういうふうん。にスポーツしていいかわからないというよなるほうな、どね。うトッん。プだけ、ういわゆる職ん。業として、プロとして莫大なお金をこう身につけられる道ではない道を、もう少し僕はきちっと耕さないあとないかなあ。というふうには思います。道を耕すっていうのはいい言葉ですね。本当、それを忘れてはならないと思いますね。東京オリンピックの2020、まあ2021になっちゃいましたけども。で、実は日本は、メダル数、中国、アメリカに次いで3位ですよね。で、今度のミラノ・コルチナなんかでも北欧の国なんかに混ざって10位のメダル数を取ってると。世界3位と世界10位のメダル数取ってるスポーツ大国と誰も呼ばないし、スポーツで幸せな日本っていうの、誰も言わないこの日本社会っていうのがありますね。これは次回ぜひとも日本のスポーツはこれからどういうふうになっていったらいいのかということを、喋っていただきたいというか、話し合っていただきたいと思いますんで、もう一度、山本さん、平尾さん、よろしくお願いしますね。今日はどうもありがとうございました。どうも。ありがとうございました。はい。皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ、玉木のスポーツジャーナリズムは今週のテーマ、なぜ現代社会はこれほどスポーツに熱狂するのかのエピソード3、日本社会はどのようにスポーツと付き合っていくべきかです。引き続き山本さん、平尾さんとともにお送りします。それでは皆さん、次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。